皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回から下回りの工作をいたします。まず最初にご覧いただくのが勝見のキハ82についていた下回りです。これは車体をかぶせてちょっとモーターが大きいので入りませんね。こんな風にアングルを切り欠かないと床板が車体にうまく収まりません。正直なところこれで完成といきたいところです。予定よりかなり完成が遅れていますし、こればかりに時間をかけるわけにもいきません。とは言いましても気になる点もいくつかありますので、また手を加えていきたいと思います。まず床板を取り替えます。こちらの床板ですが、ご覧のように曲がってしまっています。その原因になっていると思われるのが、このモーター用の穴のくり抜きが大きすぎるということです。それで穴を小さくします。モーターは缶モーターに交換しますので、多少穴が小さくなっても構わないですし、その方が後の作業に好都合にもなります。この製品の床板が使えれば作業も楽なのですが、材質が鉄板なので穴開けやハンダ付けの後に錆が生じないように真鍮以上に注意が必要になります。ということで真鍮板で新たに床板を切り出すことにします。こちらは定着物から切り出した厚さ1ミリの真鍮板です。以前1両分切り出しましたので、切り口がデコボコしています。それでヤスリを使って切り口をまっすぐにします。今使っているヤスリは30センチの鉄鋼ヤスリですが、重いので25センチでも良いかと思います。余談ですが、ヤスリを作っているところのホームページを見ると、ヤスリを往復させて削るとヤスリの刃を傷めやすいそうです。そうは言っても往復させた方が私としてはやりやすいのですがね。ということで基本通りヤスリ掛けをします。切り口のヤスリ掛けが終わったら、床板の幅に合わせて毛書き線を引きます。古いとはいえまだまだ表面が輝いていて引いた線が分かりにくいので、前もって油性のマーカーで線を引いた上から切り代も含めて2本の線を毛書きました。糸のこで切っていきます。端から5センチほど切り込みます。両側から約5センチずつ糸のこで切り込みました。この後は以前にもご紹介しましたが、Pカッターを使います。この Pカッターですが、もともとプラ板やアクリル板をカットするための道具です。製品の注意書きに金属には使用しないでくださいと書かれていますので、これより先は自己責任での使用となります。使用にあたっては床や机に傷がつかないように真鍮板の下に板などを敷きます。私は業務用のカッティングマットを使用しています。
それでは始めます。掘った筋が2本の毛書き線の中に収まっているか確認します。裏側を掘ります。表裏30回ずつピーカッターで掘りましたが、まだまだです。ここからは定規なしで掘っていきます。かなり掘っていますが、まだびくともしません。なんとか今度は切り離せそうです。ここまで150、60回ほどピーカッターで掘ったでしょうか。それでも糸のこでシコシコと切るよりは時間的に早く切り出すことができました。削り出したら切り口をヤスリで整えます。さらに切り口のバリ、すなわち突起も削り取ります。床板を車体にはめ込みます。今ご覧いただいている床板はキハ82系に合わせた長さになっています。運転室側は勝見の製品のように前面の直線に合わせる必要があるのですが、今回はカーブの手前で切ってしまいます。一方、つま板側は乗客用のドアを取り付けましたので、それに合わせて床板を切りかきます。まず糸のこで印をつけます。万力に床板を挟んでヤスリで削ります。
乗客用ドア部分の切り欠きが出来上がりました。実はもう1箇所切り欠くところがあります。給水口のパーツが出っ張っていますので、こちらも乗客用ドア部分と同様の作業を行います。それでは床板をネジで車体に固定するための作業を行います。ネジ穴の位置は床下機器の関係で厚みの床板とほぼ同じにします。床板の固定には 2mm のネジを使用しますので、床板に直径 1.6mm の穴を開けていきます。まずいつものように目打ちを使って穴開け位置に印を打ちます。薄い板の場合、この後ポンチ代わりに 0.7mm くらいのドリルで穴を開けます。今回は板の厚さが 1mm ありますので、ポンチを使って印を大きくはっきりとつけます。ピンバイスを使って穴を開けていきます。2両分で18個、1mm の厚さの真鍮板ともなると、ボール板があれば便利で楽とは思いますが、あまり稼働することもありませんし、場所も取ります。値段も安くないので持っていません。それで他の方法で穴を開けます。まずはピンバイスで5分の1ほど穴を開けます。次にミニルーターを用意してドリル用のチャックを取り付けます。ミニルーターを使用する際、真鍮の粉塵が飛びますのでメガネを用意します。ピンバイスで開けた穴にドリルを入れてからルーターの電源を入れます。あと一歩というところでドリルが引っかかったようです。こんな時は無理をせず、あとはピンバイスで仕上げます。こちらも引っかかってルーターが止まってしまいました。今度はうまく開いてくれました。今度も開いてくれましたが、うまく穴が開くときとあと少しというところでドリルが引っかかってしまう理由がよく分かりません。それはともかく穴開けが終わったら床板を車体にはめ込みます。
先ほど開けた穴に 1.6 ミリのドリルを通して車体に取り付けたアングルに穴を開けます。アングルに穴が開いたらタップでネジ切りをします。ネジ切りについては後ほど説明します。床板に開けた穴を直径2ミリに広げます。床板を車体にねじ止めします。今行った作業は1両で8箇所必要なねじ切り加工のうち1箇所を行っただけです。これはできるだけネジ穴同士のズレを防ぎたかったからです。残り7箇所の穴をアングルに開けます。車体に取り付けたアングルに穴を開け終わりましたので、次はネジ切りをしていきます。床板を車体に固定するために2ミリのネジを使用しますので、2ミリ用のタップを用意します。タップは基本的には1番、2番、3番の3本セットになっていて、通常1番、2番、3番と順番に使っていきます。けれども車体のアングルのような厚さ 0.4 ミリほどの薄い板の場合は1番と2番、あるいは2番1本でネジ切りができます。実際 Amazon を見ていると2番、すなわち中タップ1本だけで売られているのを目にします。タップを使用する際にはこのようなタップハンドル、あるいはタップホルダーとも呼ばれる道具を使用します。形や大きさによっていくつか種類がありますが、模型では1ミリから3ミリまでのネジを使用することが多いので、それに合ったタップハンドルを使用します。話が長くなりましたが、実際にネジ切りをしていきます。まずは1番のタップを使用します。たまにしか行わない作業なのでちょっと緊張します。タップをまっすぐに立ててハンドルを回していくだけなのですが、力加減が難しいです。力を入れすぎるとゆるゆるのネジ穴になりますし、力を入れなかったらネジがうまく切れません。ということで、今やっているネジ切りのシーンは私の自己流であることをお断りしておきます。タップのネジ山の部分が半分近く見えなくなったら2番に取り替えて仕上げをします。こちらはネジ山の部分が4分の1くらい見えなくなるまでハンドルを回しますが、お使いのタップによって異なると思いますので、参考程度に留めてください。最後に床板に開けた穴を2ミリのドリルで拡大します。それでは床板を車体にねじ止めします。
はい、いかがだったでしょうか。今回は床板の取り替えということで、床板の切り出しから車体へのネジ止めまで行いました。床板に関しましては、エコーモデルとモデウスイモンから切り出したものが売られていますので、サイズさえあればそちらを使用されることをお勧めします。ということで、今回もご覧いただきありがとうございました。